マフティードーラン後の新時代を築く機体ガンダム F90。ガンダム F90 は機動戦士ガンダム F91 がテレビ放映開始を予定していたものの、結果的に1年遅れの映画になってしまったため、空白の1年を埋めるために企画されたことから誕生した機体です。機体各部にミッションパックと呼ばれる換装オプションを装着することで、様々なミッションに対応できるようになっているのが特徴です。ミッションパックは A から Z までナンバリングされていたものの、初出時の模型企画や漫画機動戦士ガンダム F90、スーパーファミコン用ゲームソフト機動戦士ガンダム F91、フォーミュラー戦記 O122 などに登場した際は、限られたミッションパックしか登場していませんでした。しかし、ガンダムエースで連載された漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラや、現在連載中の機動戦士ガンダム F90 クラスターにおいて続々と保管されており、現在ではガンダム F91 につながる兵装だけではなく、クロスボーンガンダムにつながる兵装など様々なミッションパックが登場しています。今回はそんなガンダム F90 について解説させていただきます。機動戦士ガンダムシリーズの舞台である宇宙世紀において、モビルスーツは高性能になるにつれて大型になっていきましたが、その結果モビルスーツの大型化はコストの増大を招きました。そんな中で宇宙世紀 O1O2 連邦軍の諮問機関サナリーが連邦政府にモビルスーツの小型化を提言します。こうしてサナリーの小型モビルスーツ開発計画であるフォーミュラ計画が始まりました。なおモビルスーツの小型化については、最新モビルスーツ造形資料集などではサナリーが地球連邦に提案したとされていますが、機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集などでは地球連邦がアナハイムエレクトロニクスとサナリーに指示したとされています。その後宇宙世紀 O111 次期主力モビルスーツ開発コンペティションにて、アナハイムエレクトロニクスはジェガンを小型化したヘビーガンの発展機 MSA0120 を提出し、サナリーは F90 を提出しました。その結果総合性能で圧倒的な性能を見せつけ、 F90 が次期主力モビルスーツに選ばれました。しかし F90 はコンペで勝利したものの、審査の際に不具合が指摘され、さらにサナリーのモビルスーツ開発実績が少ないことから、実験機として製作された2機を用いて改修や評価試験を継続することになりました。また宇宙世紀 O116 にはデータ収集用として F90-3 号機が登場しました。3号機は後にクラスターガンダムに改修される機体で、かつてはクラスターガンダムの設定の中に建造された F90 の3号機の素体をベースにした機体と書かれていたのみでした。しかし漫画ガンダム F90 ファステストフォーミュラの作中では、サナリーの研究所でデータ収集用として運用されていた実験機という立ち位置で登場しました。さらに漫画機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦記 O122 などでは、予備の F90 と呼ばれる4番目の F90 も登場しています。そんな F90 の特徴としては、まず小型でありながら高出力のジェネレータを持ちます。外装は陸戦型ガンダムのマシンガンなどを開発したヤシマ重工から提供された軽量かつ高い強度を誇るマイクロハニカム技術を用いた装甲になっています。こういった技術を集約した結果、 F90 は総合性能が高く高機動力を誇る機体に仕上がりました。またホワイトベースに登場していたジョブ・ジョンが開発責任者として携わっており、往年のガンダムタイプを思わせる外観になったとも言われています。武装としては頭部バルカン砲、ビームライフル、ビームサーベル、シールドといったスタンダードな兵装のみですが、機体各部にハードポイントを持ち、ミッションパックと呼ばれる規格換装オプションを装備可能です。また高性能な上、様々なミッションパックを制御する必要があるので、頭部には大処理能力を持つ疑似人格コンピュータと操縦者をサポートするプログラムが搭載されました。 F91 号機にはタイプ AR がインストールされており、漫画機動戦士ガンダム F90 の劇中ではこのプログラムの恩恵によってアムロレイマごとく敵の動きを先読みするような反応を見せています。また F92 号機にはタイプ CA3 がインストールされており、シャアーズナブル登場機がごとく通常のモビルスーツの3倍の機動性を発揮する様子が描かれています。そして2024年に入ると、漫画ガンダム F90 ファステストフォーミュラやガンダムエースで展開中の機体解説資料月刊モビルマシーンにて F90-3 号機には
疑似人格プログラムタイプ神指弾が搭載されていることが明かされました。市街地に無差別攻撃を行うウォールズモビルに対して、まるで人の命が踏みにじられることを悲しむ神優がごとく、システムが起こる様子が描かれています。そんな F90 のミッションパックについては、A から Z までの26種類が存在するとされています。2019年に始まった F90A to Z プロジェクトという機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラとマスターグレード版 F90 の商品化の連動により、その全貌が徐々に明かされています。アサルトを意味する A タイプは長距離進行を目的としており、ミノフスキークラフトユニットを搭載しているので長距離飛行が可能です。ボンバードを意味する B タイプは重爆撃仕様として重火器を多数装備しています。コールドネスを意味する C タイプは寒冷地仕様とされています。各部に防寒用ヒーターユニットを装着し、装甲や関節への雪や氷結対策をすることで運動性能低下を抑えるというものです。スキーユニットを装着するため、氷雪地帯でも高い機動力を発揮できるようになっています。デストロイを意味する D タイプは近距離戦に対応するため、多数の実体弾射撃兵装を装備しており、弾幕を張ることが可能です。エレクトロニックを意味する E タイプは電子戦仕様として巨大なレドーム等を装備しており、索敵や支援に特化しています。ファイトを意味する F タイプは格闘戦向けにビームスパイクやサブアームを持っており、後年の F97 すなわちクロスボーンガンダムのグランドマーカーやシザーアンカーへのつながりが見受けられます。ガードを意味する G タイプは警備護衛仕様として大型シールドやビームライフルと大型ビームサーベルを切り替えることが可能なマルチプルビームウェポンを持っており、クロスボーンガンダム X3 や X1 フルクロスが装備するムラマサブラスターへのつながりが見受けられます。ホバーを意味する H タイプは高速陸戦仕様としてホバーシステムや長射程の重火器を装備しており、往年のドムのような高速移動性能を生かした一撃離脱戦法が想定されています。インターセプトを意味する I タイプは迎撃追撃戦仕様としてフライングアーマーの機能を持つフライトシールドを装備しているほか、安定した飛行性能を発揮するべく逆分推力増加ユニットを装備しています。また武装面ではビームランサーを装備し一撃離脱戦法を可能としました。このミッションパックは F90 の改良機 F90 セカンドと同時に開発された装備で、漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人では F90 に I タイプを装備して木星帝国との戦いを繰り広げる様子が描かれていますが、マスターグレード版では F90 セカンドに I タイプを装備したものが発売されています。ジャケットを意味する J タイプは全身にフルアーマーユニットを装着し、火力と防御力を底上げした重装仕様となります。かつてフルアーマーガンダムなどを開発した FSWS 計画、いわゆるフルアーマー計画をもとに開発されていて、バックパックにビームキャノン砲とミサイルポッドを装備、右前腕部には2連装ビームガンを装備、左前腕部のシールドにはビームサーベル2機を搭載、さらに胸部には2門のマシンキャノンを搭載しています。従来のフルアーマー装備は重装甲がゆえに機動力が損なわれていましたが、本機は逆分小型のミノフスキークラフトを搭載することで機動力を確保しています。たださすがに F90 本来の高機動性までは補えず、目立った実験結果を残すことはできなかったようです。キープを意味する K タイプは防御性能に特化した持久戦仕様として試作型メガビームシールドを装備しており、後年の V2 アサルトガンダムのメガビームシールドへのつながりが見受けられます。ロングレンジを意味する L タイプは狙撃仕様として長距離狙撃用のロングレンジライフルを装備します。このミッションパックも F90 セカンドと同時に開発された装備で F90 に装備することも可能ですが、漫画機動戦士ガンダムクライマックス UC つむがれし決闘では宇宙世紀王123のコスモバビロニア建国戦争の中、 F90 セカンドにこのパックを取り付けて出撃している様子が描かれています。マリンを意味する M タイプは水中戦装備仕様とされています。水中でも高い機動力や立体的な機動を行えるようになるほか、サーチライトやシュノーケルカメラを装備することで水中探査や索敵も可能です。ネクストを意味する N タイプは特殊な装備でハルファイターと呼ばれるミッションパックと合体するようになっています。ハルファイターにはサイコミが搭載されているため、操縦桿を使わずに動かせるほか、敵機を切り刻むヒルトファンネルを装備しています。
また、ハルファイターと干渉しないミッションパックであれば併用することも可能です。オフィサーを意味する O タイプは、指揮官仕様として、戦況をいち早く分析し、部隊の作戦行動に役立つべく、牽制・通信能力が向上しています。フランジを意味する P タイプは、大気圏突入効果を行うべく、ウェイブライダーの技術を応用した装備を持ち、高い機動力を発揮することが可能です。クイックを意味する Q タイプは高機動仕様とされています。各分、バーニアや姿勢制御に使われるアポジモーターなどを設けることで、機動性能を高めています。中でも、アポジモーターの増設によって得られたデータは、F91 開発に大きく貢献したとされています。リーコノイタを意味する R タイプは、偵察・調査に特化したステルスアーマーを装備しているので、敵に捕捉されにくくなっているほか、このステルスアーマー自体が分離変形して、単体の偵察ユニットとして運用可能です。サポートを意味する S タイプは長距離支援を行うべく、両肩のメガビームキャノンをはじめとした長距離狙撃用兵装を搭載しています。トレーサーを意味する T タイプは追撃仕様とされており、両肩の大型のシールドとバックパックの巨大なブースターユニットが特徴的です。これらにより、圧倒的な火力と防御力、そして爆発的な加速性能を獲得しています。なお、本兵装は、設定上、ティターンズの可変モビルスーツや GP シリーズが参考にされているので、ギャプランやデンドロビウムの思想が受け継がれていると思われます。ギャプランは連邦系なので、技術情報を入手できても不思議ではありませんが、デンドロビウムは、サナリーにとって競合のアナハイムエレクトロニクス社の製品で、しかも、記録から抹消されている機体なので、なぜ技術情報を入手できたのか気になるところですが、逆に、サナリーの F シリーズの情報もアナハイムエレクトロニクスに流出しているので、連邦軍が暗躍していたと思われます。アップリフトを意味する U タイプは、大気圏離脱を行うために、大型ブースターパックを装備した形態です。一見モビルスーツとは思えないシュールな外観に見えますが、大気圏離脱後に各パーツをパージして、速やかに戦闘に移行できるよう配慮されています。ベスバーを意味する V タイプは、新型射撃兵器、ベスバーの試験運用を主眼としているほか、ビームシールドを装備して、ビーム攻撃の無効化を実現しています。これによって、中距離戦闘の攻撃の幅が大きく広がり、F91 に引き継がれることになりました。ウォーガードを意味する W タイプは、軍用機仕様として飛行形態に変形可能で、姿勢ミノフスキードライブの検証を行う装備になっています。ここから F99 レコードブレイカーの開発が進むものの、木星帝国の襲撃で失われてしまいましたが、その設計思想が後の V2 ガンダムへ受け継がれていったと推察されます。なお F92 号機で姿勢ミノフスキードライブの検証実験を行った際には圧倒的な加速力を見せますが、3倍速を求めるシャアの本能が働いたのか、ドライブユニットが暴走。この時、爆散を防ぐため、パイロットのディルが余剰出力を全放出した際に、V2 ガンダムの光の翼のような現象が確認されています。X、Y、Z タイプに関しては、2009年に発売された書籍、ガンダム辞典 1.5 では、F93 号機をベースに開発されたクラスターガンダムが F93Y で、F93X と F93Z の存在も噂されている、という設定でした。また、クラスターガンダム自体が、未知なる型式のうちの2番目の Y として開発された機体とされています。つまり、設定上、ミッションパック、X、Y、Z は、クラスターガンダム用のもので、中でもヤングスターを意味する Y タイプが、クラスターガンダムの標準装備だと思われます。また、クラスターガンダムは、F91 のデータをもとに、コアブロックシステムを導入した F90 の第3仕様なので、F90 シリーズのミッションパックと互換性があります。X タイプと Z タイプは長らく謎に包まれていましたが、ガンダムエースで展開中の漫画機動戦士ガンダム F90 クラスターでは F90 ハーフ X が登場。クロスボーンガンダムを思わせる X 字のスラスターが特徴的で、こちらが X タイプだと思われます。Z タイプも追って登場するのではないでしょうか。なお、クラスターガンダムは対抗企業がフォーミュラ計画のデータを盗用していると聞いたサナリーが、情報漏洩を防ぐため、データ管理をコアファイターに集約させるという目的でコアブロックシステムを搭載した機体となっており、F91 のようにビームライフル、メガビームバズーカ、ビームシールドといった武装を持ち、
最大稼働時の MEPE による残像効果も見受けられます。F90 は1号機と2号機を用いて宇宙世紀 O112 から様々なミッションパックの評価試験が行われます。2機は別々のテストチームに配備され、機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラの作中では白のカラーリングに赤いアクセントが見られる2号機を主役として様々なミッションパックのテストを行う中、謎のモビルスーツの襲撃を受け戦いを繰り広げる様子が描かれています。また終盤では F93 号機が登場し、様々なミッションパックを組み合わせた混成装備で戦い抜きました。その後漫画「機動戦士ガンダム F92」で宇宙世紀 O120 に繰り広げられた第1次オールズモビル戦役が描かれています。ここでは1号機はそのままに、2号機は紫を基調とした配色に変わりました。テストを行う2機の F90 の前に94軍のモビルスーツをリファインした機体を使用する火星独立ジオン軍、通称オールズモビルが現れ、 F92 号機が強奪されます。強奪された F90 を追って火星へと赴いた第13独立艦隊と F91 号機はジオンに回収された F92 号機、通称 F90 火星独立ジオン軍仕様と戦いを繰り広げました。そして大破した2号機はサナリーが回収し、試作バイオコンピュータを搭載した F90 セカンドへと生まれ変わっていきました。一方で1号機は第1次オールズモビル戦役で戦い抜いた後、さらにゲーム「機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦記 O122」で描かれる宇宙世紀 O122 の第2次オールズモビル戦役で活躍しています。また宇宙世紀 O123 を描いた漫画「機動戦士ガンダムクライマックス UC 紡がれし決闘」ではクロスボーンヴァンガードと戦いを繰り広げ、漫画「機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人」の作中では同じ1号機かは明かされていないものの、宇宙世紀 O136 に I タイプ装備で出撃し、木星帝国と戦いを繰り広げています。その他にも漫画「ガンダム F90 クラスター」ではボッシュの反乱後の世界において F90 火星独立ジオン軍仕様をリバースエンジニアリングして開発されたマルスガンダムが活躍しています。作中では火星での戦いの後、サナリーがジャンクパーツという扱いで地球圏に持ち込み、F90 の増加実験機である5号機 F90 フィフスとしています。開発経緯から本機は F92 号機のレプリカなので5号機といっても正しくは5番目の F90 という解釈が正しそうです。また月間モビルマシーンではマルスガンダムは複数機の存在が示唆されているので、今後 F96 号機マルスガンダムセカンドのような機体が出てくるかもしれません。余談ですが F90 のデザインは F91 がこれまでのガンダムのイメージを覆す革新的なデザインとして描かれたため、従来のガンダムの総決算をイメージして描かれたそうです。また F91 の作中の敵がクロスボーンヴァンガードというジオンの流れを組む勢力ではない、全く新たな勢力になっていたことから F90 が戦う相手はジオンのモビルスーツがふさわしく、それでいて宇宙世紀の世紀の年表に影響しないようにするため、それまで登場していない場所である火星を舞台にして94軍の最後の生き残りウォールズモビルを敵にしたことが明かされています。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。